皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の23日火曜日ですね。時間が約1時間ぐらい遅れまして、日本時間の夜9時33分ということです。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今回の参議院選挙の選挙総括のナンバー2としてですね、今回の参議院選挙を1票の差ゼロで日本国憲法に合致した全国大選挙区1区比例代表制で実施していたらどのような結果になってたろうかというシミュレーションをちょっとしてみたんですね。というのが今日のメインテーマです。今日の最新のお知らせですけど、昨日月曜日の放送のメインテーマ、参議院選挙の総括ナンバー1ですね。2019年7月参議院選挙の私の予測と実際の結果を比較し、なぜ予測が外れたのかを考えてみたというのが昨日のメインテーマでした。で、それに基づいて、YouTube にアップしてくれた人がですね、このような毎回ですね、表紙を書いてくれてるんですね、作ってくれてるんですね。参議院選挙総括、予測と結果を比較してみようということです。で、昨日の放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが498名様、YouTube が1562名様で、合計で2060名ということですね。ということです。そして今日の画像ですね。今日の画像の最初はインチキ選挙制度だと、今回のメインテーマと関連しますけど、全く現在の選挙制度はインチキだということで、これは東京新聞の記事なんですけど、今回の参議院選挙で自民党がですね、選挙区で獲得した票は全有権者の 18.9% しかないんですね。それが議席占有率が 51.4% ということで、1票の格差、要するに 18.9% の票で、議席の 51.4% 過半数を取っちゃうという、これは一体何なんだと。この選挙制度を作ったのは自民党ですからね。自民党が自分たちが勝つ有利になるような選挙制度をでっち上げたわけですよ。なぜならば彼らは自分たちに、法律の規範権があり、国会への提出権があるという全く憲法違反のですね、憲法41条の後半部分ですね、国会は国の唯一の立法機関であるということで、歴代自民党政権の内閣っていうのは立法権、法律の規範権、議会の提出権は我々にあんだという全く憲法41条を無視した憲法違反の大嘘をついて、ずっと自分たちででっち上げた法律を国会、閣議決定して国会に提出して、そしておざなりのですね、審議をして、そして時間が十分費やしたと、審議に費やしたということで、衆議院委員会で強行採決して、衆議院の本会議に上呈して、本会議で採決して、多数で、成立させ、そして参議院に持ってって同じようなことを繰り返すんですね。参議院の関連委員会でおざなりの審査で時間を費やして、そして時間が来たということで
突然ですね、審議を打ち切って、強行採決して参議院の本会議に、出してですね、そこでも強行採決するということが日本の法律のほとんどがそうなんですね。で、憲法41条違反であるとともに憲法73条には内閣の職務というのが 7つ書いてあるんですけど、この職務の中に法律の規案あるいは法律を国会に提出する職務っていうのは一切書いてないんですね。それは当然ですよ。法案の規案というのは国会にあると、国会議員が持ってるんだと、規案権は国会議員が持ってるんだというのが日本国憲法の規定ですから、その規定に違反してこれまで3000とか4000と言われる法律を自らがでっち上げて、そして強行採決して成立させてきたと。その中の重要なものとしてこの選挙制度があるんですね。で、彼らは自分たちが有利になるような選挙制度をでっち上げて強行採決で、成立させたと。その結果がこれですよ。参議院選挙、今回の参議院選挙で、自民党が選挙区で獲得した総得票数っていうのが2300万票、全体1億588万の有権者のたった 18.9% しかないと。これが参議院の議席の 51.4% を占めちゃったという。これはまさに憲法違反でしょ。一票の格差どころじゃないですよね。まあ今日のメインテーマと関連しますけど、ですから私が前から言ってますように、選挙制度、衆議院選挙であろうが参議院選挙であろうが、全国大選挙区1区、全国区比例代表制にすべきだと。そうすれば一票の格差も何にもなくなりますよということですね。で、一票の格差っていうのは小選挙区、中選挙区制度は絶対なくならないんですよね。ゼロにはならないんですよ。3倍超えたから、それじゃあ選挙区を変更しましょうということで、3.0 が 2.8 になったぐらいで永遠にですね、一票の格差っていうのは解消しないということで、唯一一票の格差をゼロにするのは全国大選挙区1区比例代表制という、これしかないんですね。で、そのことが憲法、今日のメインテーマですけど、憲法第15条の2項に書いたんですね。すべての公務員は一部の奉仕者ではないと、全体の奉仕者であるというふうに書いたんですね。で、公務員の中には当然国会議員が入るわけですよね。ですから国会議員を選ぶってことは、一部の地域の利益代表者を選ぶんじゃなくて、全国一律で、国全体の国益を代表する人間を選ぶということですので、憲法第15条第2項に合致した選挙制度っていうのは全国大選挙区比例代表制しかないんですよね。まあ今日のメインテーマなんですけど、これが現実ですよ。それと2番目が、これもひどいですね。パレスチナ自治区の中に建設中のパレスチナ人用のこういうふうな住宅をですね、治安のために危険だという理由でイスラエル軍が強制的に火をつけて解体しているというのが公然と行われているっていうんですね。これ AFP の記事ですけど、ひどいですねこれね。これほどもう完成寸前ですよね。立派なマンションですよね。それを一方的に火つけてブルドーザーで解体しちゃうという、これパレスチナ自治区の中ですよ。イスラエルの領土内ではないんですよ。パレスチナ自治区、パレスチナ人が自治を行っている
住居に地域に建てられたパレスチナ人用の住宅が治安、上危険であるという一方的な理由で、無残にもですね強制的に解体するという蛮行が行われているということですね。で3番目の画像ですけど、これは香港のですね例の容疑者を香港から中国本土に移送できる条例をに対して100万人以上の大デモがですね繰り返し反対運動として盛大に行われている香港で、このような白シャツ白ヘルメットの集団がデモ参加者をこのようなバットとか鉄パイプで襲撃するというテロリストが登場したということなんですね。これは AFP の記事ですね。これは毎日新聞の記事です。というのが今日の画像ですね。コトラ君うな重の画像、環境省が無断転用、小石でツイッター削除しお詫び。これなんだろう。から石森さん、山崎康彦氏バイバイニュースライブ配信スタートしましたと。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。からキララカットさんがコンティニューコイン2枚ですね。から彩色ヒーローさん、こんばんは、よろしくお願いします。砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚ですね。から砂ずきんさんから初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスターは一言一言一行コメントが集団嵐が行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の共有拡散だと。ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。ありがとうございます。砂ずきんさん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから K さん、コンティニューコイン、イルミナティ研究会さん、お茶バック10と、こんばんはですね。ヘチさんですね。こんばんは。そして今日のメインテーマの、今日の放送の前ですね。砂ずきんさん、改ざん不正の温床となる総選挙における機械集計は全く信用できないと。山本太郎氏が最優先に取り組むべきはあらゆる選挙の集計をそうですね手作業化に戻すことということですね。新ベンチャー革命と。から砂ずきんさん S400 究極の撃墜とマスコミに載らない海外記事ということですね。はい。ということで今までのところをアップしますね。昨日のメインテーマの表紙、7それから昨日の放送の視聴者数ですね。約2000名様ですね。今日の画像、インチキ選挙制度、自民党選挙区の獲得票数は全有権者の 18.9% しかないのに、議席のマイナス37、これは議席の51.4% を占めちゃっていると。一体何なんだと、この選挙制度は。これは自民党が自分たちのために選挙
法を改正して作ったんですよ。すべての法律は全部自民党が作ってるというとんでもない国なんですよね。で、いわゆる国会議員の個人で、起案して、提出するという、議員立法というのなんですけど、これも自民党がですね、いわゆる野党が勝手に議員立法できないように、条件をつけたんですね。それは議員立法をしてもその議員立法に賛同する国会議員の数、衆議院が10名、参議院が20名、逆かな、参議院が20名、衆議院が10名の賛同がないと国会に提出できないと。で、さらにその議員立法の内容が予算に関わるものだと倍なんですね。衆議院が40名、参議院が20名かな。だから実質的にはもう野党は議員立法できないんです。ですから今まで成立した議員立法というのは全部後ろは自民党だと。自民党の名前で、あるいは政府の名前で、出せないような法律は自民党の国会議員が議員立法という形で、起案し、その起案も全部官僚がするんですよね。内閣法制局が自民党のためにあるということで、それに自民党の国会議員が賛同してようやく議員立法が成立するということで、ほぼ 100% の日本の法律は自民党が政権与党が作ったということなんだ。だから内閣には法律の起案権も国会提出権もないんだと。すべての立法作業は国会および国会議員が独占的に持っている権利だと。そのことを誰も言わないんですね。野党議員も言わないと。あるいは日本国憲法を自分の飯の種にしている憲法学者も言わないんですよね。なんでか。野党議員、憲法学者、そしてマスコミも一切言わないという。だからこんなとんでもない選挙法ができてるんですね。で、山本太郎氏が97万票を得ても国会議員になれないという一体どういう選挙制度なのかということでしょう。今日のメインテーマはそのことに対して、全国一律、衆議院でも参議院でも選挙は国会議員を選ぶにはですね、全国一律大選挙区比例代表制しかないと。一票の格差もゼロだということしかないんですね。土山純一さんですね、お茶爆店とコンティニューコインですね、2枚ですね。から彩色ヒーローさん、有権者の 18.9% 投票数の何パーセントの今回は投票率が4800だから全部で、1億として4800ですよね。4800に対して2000万ですから、4800万に対して2000万ということはいくら2000万割る4800万 41%。 だ自民党が選挙区で獲得した得票数は投票した有権者の 41% ということで過半数を割ってるんですよね。でも議席は過半数占めてると 51.4% ということでしょう。
本当です。山本太郎さん97万票と。97万票取った人間が国会議員になれないっていう国は一体どうなってんの？選挙法がおかしいんでしょと。選挙制度がおかしいんでしょということしかないですよね。で、その選挙制度は歴代自民党政権が自分たちに有利になるように選挙法を改正してきた。日本の法律のすべては政権与党自民党がでっち上げたと。そのことを誰も不思議に思わないという。何なんでしょうねこれね。何でしたっけ。そっか、インチキ選挙制度ですね。それとパレスチナ、パレスチナのイスラエルのとんでもない破壊行為ですね。それと香港に謎の白シャツ集団が出てきて、デモ隊、特に若者を襲撃して45人ぐらいが重軽傷を負っているという、これはもう完全に中国政府と裏でつながっている暴力団でしょうね。ということです。で、今日の注目情報ですねはハンギョレで朝鮮日報不買に飛び火した日本製品不買運動ということで、朝鮮日報とかから中央日報、朝鮮の日刊紙ですね、この2つは日本の読売とか産経とそっくりなんですね。いわゆる保守派の利益を代表する右派新聞ということで、特に今回の日本製品不買運動が起こった対象としてこの朝鮮日報の不買運動なんですけど、朝鮮日報を読まないということじゃなくて、朝鮮日報に出稿している広告主、主な広告主の製品を買わないようにしようという、そこまで徹底してるんですね。大したもんですよね。これハンギョレ新聞です。だから日本の産経とか読売新聞の不買運動だけじゃなくて、産経とか読売に、出向している主なスポンサーの製品を買わないようにしようという運動が始まったということなんですね、韓国では。という記事です。で、今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、参議院選挙総括のナンバー2ですね。今回の参議院選挙を1票の格差ゼロで日本国憲法に合致した全国大選挙区一府比例代表制で実施していったらどのような結果になっていったのかと、そのシミュレーションをしたんですね。で、日本国憲法第15条の2項には、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定されているんですね。ですから公務員とは何かというと、これはもう天皇摂政、そして国会議員、あるいは国家公務員、地方公務員、あるいは準公務員、全てなんですね。で、この国会議員を選ぶにあたってこの憲法第15条第2項は一体どういう意味を持っているかと。で、この日本国憲法第15条2項の規定は、公務員である国会議員は一部の地域の奉仕者ではなくて国全体の奉仕者であるというふうに規定してるんですね。それじゃあこの日本国憲法第15条2項の規定に最もふさわしい国会議員を選ぶ選挙制度とは一体何なのかと、こういう議論というのは今までされてないんですよね。で、それは衆議院選挙でも参議院選挙でも地方の利益代表を選ぶ地域小中選挙区制度ではないんだと。
国全体の国益を代表する国会議員を選ぶ全国大選挙区1区比例代表制であると。これしかないんですよね。で例えば私が、以前いた杉並区がですね、杉並区議を選ぶ杉並の選挙区と、それから都議会議員を杉並から選出する選挙区と、それから国会議員を杉並から選出する選挙区とみんな同じなんですよ。国会議員を選ぶ時も、都議会議員を選ぶ時も、区議会議員を選ぶ時も地域が同じっていうのはありえます？おかしいでしょと。だから区議会議員を選ぶには杉並区が選挙区でいいわけですよね。でも都議会議員を選ぶんだったら東京都全体を一つの選挙区として、その中から選ぶと、都議会議員を選ぶと、わざわざ50万人しかいない杉並区から都議会議員を選ぶ必要ないわけですよね。で国会議員もなんで、区民50万人しかいない杉並区の小さな選挙区から選ばなきゃいけないのと。おかしいでしょと。国会議員は国全体の国益を代表する公務員ですから、全国大選挙区1区比例代表制、そこから選ぶというのがこの憲法第15条2項の規定に一番ふさわしい選挙制度なんですよね。でしかもこの選挙制度では1票の格差が出てこないと、ゼロであると、画期的なんですよね。ということですね。でこの全国大選挙区1区比例代表制では、従来の地域別小中選挙区では永遠に解決できない1票の格差はゼロとなるということですね。でこの全国大選挙区1区比例代表制では、有権者は政党の候補者リストとから無所属の人も当然立候補できます。無所属の候補者リストの中、政党名あるいは個人名を1枚の投票用紙に書いて投票するということになるんですね。で開票の結果、各政党または無所属候補が獲得した票数を全有権者投票数で割った割合で、全議席を配分すると。だから今回は改選議員が124ですから、各党自民党が35.37%、1771万票獲得したんですね、比例の獲得票数は。で自民党の全体が 124×0.3537 で 43.85 ですから、少数以下切り捨てで43議席になると、自民党は。でも実際今回の参議院選挙で自民党が獲得した改選議席数は57なんですね。だから14も多いということですね。ですから選挙結果はどうなっているかということでシミュレーションしたんですね。で自民党がそういうことで、この全国大選挙区1区制では43議席しか取れないはずなのに、現在のインチキな選挙制度では57議席も取っちゃってると、14議席も、多いということですね。から公明党は653万票なんですね。650万票になっちゃったということで、前回が700万票ですから、750万だ、100万票も減ってんですね。で自民党も前回は2000万票ですから、2100万票か、240万票も減らしてるんですね。ということは自民党公明党も合わせて340万票も減らしてる
いう要するに今回の参議院選挙の結果っていうのは自民党と公明党が敗北したんですよ。マスコミは自民党、公明党、与党が勝ったという戦前のミッドウェー開戦の時に航空母艦4艘撃沈され、300機の戦闘機が撃墜され3000名の将兵が殺されたと、死んだというミッドウェー大海戦の大敗北を大本営はですね、敵航空母艦1機、敵巡洋艦1艘撃沈と、勝ったという全くの嘘の報道をして提灯行列まで組織したというとんでもないことをやってるんですが、全く今の、大手マスコミは、戦前の大本営報道を大本営発表報道をそのまま垂れ流してきた、垂れ流して国民を騙し、国民を侵略戦争に総動員した国家権力犯罪の共犯じゃないですよ、主犯ですよと全く同じ役割を再びしているということですよね。で立憲民主党は791万票、全体の 15.81% 取ったんですね。そうすると124議席で割ると19.60 ということで、死者誤入して死者誤入じゃなくて切り捨てですね、19議席で実際は17ですからプラス2になってるんですね、なってるはずなんですね。で国民民主党348万票、これは全体の 6.95% で124議席でかけると 8.65 ですから8議席、実際は5議席ですからプラス3なんですね。で共産党448万票、全体の 8.95% ですから124議席で 0.0895 をかけると 11.09 ですから11議席ということで、実際は6議席しかないから共産党は5議席増えたはずなんですね。で日本維新の会490万票 9.80%、124の議席でこの割合をすると 12.15 議席ですから、実際の9議席よりも3議席増えると。から社民党104万票 2.09%、これは2.59 議席ですから2議席ですから、実際は1議席しかないということなんでプラス1になるはずだと。で令和ですね、令和はすごいですよ、228万票取ったんですね、全体の 4.55% と。これを124の割合でやると 5.64 ですから5議席確保できたということで、実際は2議席ですからプラス3になった。だから山本太郎は楽々当選してたはずなんですね。で NHK から国民を守ると、これは98万7000票 1.97% で124議席の割合からすると2議席ですから、実際1議席のところをプラス1になるはずということなのね。だ自民党が14議席も増やしちゃってると。本来は43議席になるはずなんですね、この全国大選挙区1区比例代表制であればですね。それじゃあ政権与党として自民党プラス公明党の議席はどうなってたかということなんですね。で、この全国大選挙区1区制だと自民党は43、公明党16で59と、それに、非改選の議席数を足すんですね。自民党が56ありますんで全部で99ということですね。そして公明党が全国大選挙区制で16、そして非改選が14で30、そうすると合わせると129なんですね。そうすると過半数が123ですから6議席上回っているということで、
いわゆる現在の今の選挙制度、今回の選挙制度で自民党と公明党を合わせた獲得議数が70、それから非改選70で140なんですね。過半数との差が17もあるということなんですけど、この全国大選挙区育成では6議席上回っただけということで、事実上安倍内閣っていうのはレームダック状態になったはずだということですね。それとこの大選挙区、全国大選挙区育成を実施してたら、憲法改正勢力の議席はどうなってたかと。憲法改正勢力っていうのは自民党と公明党と日本維新の会なんですね。でこれをこの全国大選挙区育成でやると、自民党が43、公明16、日本維新の会が12ですから71なんですね。それに非改選議席数、自民が56、公明14、維新の会が6ということで、全部で76と。ですから71と76足すと147ということなんですね。そうすると3分の2っていうのは164ですから、17議席も足んないということで、安倍がですね、悲願としている憲法改正という名の憲法破壊策動は完全にアウトになったということなのね。いうのが今日のメインテーマです。もしも日本国憲法に合致した憲法第15条第2項の公務員は全体の奉仕者であって一部の保守者ではないという規定に一番合致した、そして一票の格差がゼロという全国大選挙1区比例代表制で、もしも今回の参議院選挙を実施したらどうなってたかというシミュレーション、結果として、安倍政権は6議席、過半数の6議席を上回っただけということでレームダック状態だと。でさらに、安倍晋三のと、それから日本会議の悲願、神社本庁、靖国神社、護国神社等々の悲願であった憲法改正イコール憲法破壊策動が完全にアウトになってたと。17議席も足んないんですからね。というふうになってたんですね。というのが今日のメインテーマでした。海外在住の人も全国1区なら国内在住者と権利は同じと、そういうことですよね。だから衆議院も参議院も国会議員を選ぶのは全国大選挙区1区比例代表制にすべきなんですよ。これが一番一票の格差もない、一番民意を反映する選挙制度なんですね。そして、供託金ゼロにするということでしょ。誰でも手を挙げられるということですね。で供託金をなんか高くするのは、いわゆる変な人が立候補しないようにということなんですけど、選挙でそういう人間を落とせばいいんであって、なんで供託金を高くすることで選挙前に選別しちゃうのと、これ自体が憲法違反でしょということですよね。というのが今日のメインテーマでした。今日のメインテーマのポイントをアップしますね。日本国憲法第15条2項、
この規定っていうのは非常に大事なんですよね。公務員は一部の国民の奉仕者ではないと、全体の奉仕者であるということですよね。でこの日本国憲法の国会議員に当てはまると、一部の地方の利益代表者ではなくて、国全体の国益を代表する人間が国会議員であるということなんですね。そしてこの憲法第15条2項の規定に最もふさわしい選挙制度は一体何なのかというふうになるわけですね。そうするとそれは衆議院でも参議院選挙でも同じで、地域の利益代表ではなくて国益代表、国全体の国益代表ですから、全国一区、大選挙区一区、比例代表制、これしかないと。でしかも一票の格差、これは地域小選挙区あるいは地域別中選挙区での制度では絶対解決できないんですね。アフターマッチさん、お茶ですね。ありがとうございます。でこの全国大選挙区一区制度では、有権者は党の候補者リストと、それから無所属の候補者リストの中から政党名あるいは個人名を1枚の投票用紙に書いて投票するということになるわけですね。今みたいに、比例と選挙区で2枚じゃないんですよ。1枚でいいんですよ。で、開票の結果、各政党または無所属候補者が獲得した票数を全有効投票数で割った割合で配分すると、議席を配分すると、これが一番一票の格差がない平等な選挙制度なんですね。非常に分かりやすいんですよね。それじゃあ今回の参議院選挙、もしも全国大選挙区一区比例代表制で行われていたとしたら、どういう結果になったのかということですよね。で今回は改選議員が124と、非改選が121と、こういう選挙だったんですね。それで例えば自民党、これ全部入るのかな。これは分かりますかね。自民党比例の総得票数が1771万票、全体の 35.37%。そうすると改選議席数が 124×0.3537 で 43.85 とことで、小数点以下切り捨てですから43議席ということで、実際は57議席ですから14議席マイナスになるはずだということですね。逆に14議席多すぎるということですよね、自民党は。から公明党、これ2つずつできますかね。公明党、立憲民主党がどういうふうになっているかと。公明、埋没に危機感、琴楽君比例得票最低と650万ですから、野原さんが20万ですから、野原さんが
たとえいなかったとしてもマイナス80万なんですね。だから公明党創価学会っていうのはもう減少しかないんですよ。増えることはないんですよ。毎回おそらく100万ぐらい減っていくでしょう。次の衆議院選挙、1年か2年後の衆議院選挙でも100万減らすでしょうね。公明党がこれですね。公明党は現在の13議席よりも3議席で16議席になるということですかね。から立憲民主党、立憲民主党は791万、全体の 15.81% だと、割合からすれば19.60ですから19議席ということで、今回の議席数17より2つ増えてるはずだということですね。から国民民主党481万票 6.95%。で124議席の割合ですけど 8.65 ですから8議席と今回5議席ですからプラス3議席増えるはずだということですね。そして共産党448万票 6.95%、 割合からすると 11.09 ということで11議席取ったはずだということで、実際は6議席ですから5議席も増えるということですね、共産党。で日本維新の会490万票、割合からすれば12.15、12議席と実際9ですからプラス3になるということですかね。そして社民党100万 2.09% と割合は 2.59 議席ということは2議席だから、現在の1議席から1議席増えるということですね。2議席になると、社民党が。そして令和228万票 4.55% と124議席の割合は 5.64 議席ですので5議席と実際は2議席しかないということでプラス3になって山本太郎も当選したということでしょうね。それから NHK から国民を守る会というなんか正体不明のあれですけど98万票 1.97% で、割合からすれば 2.44 ですから2議席で1議席プラスになるということなんですね。タンさん、コンティニューコイン、自民党、悪党、公明党、カルト党、維新の会、これ何？これは何て読むんですかね。陰順の会？ちょっと読み方が私分かんないですね。それでそれじゃあ今回の参議院選挙がこの全国大選挙区育成だったら
与党自民党公明党の議席は合わせたらどうなったのかということですよね。で自民党が今回じゃなくて、全国大選挙区一区制だと43になると。で実際は57だと。で非改選が56ということですね。そうするとで全国一区と非改選やると99になるということですね。自民党そして公明党同じように30なんですね。全国大選挙区一区制だと16で実際は13とで非改選が14ですから全国プラス非改選だと30になるとですね。そうすると2つ合わせると非改選とそれから全国一区制で獲得した数を合わせると129になると。過半数123ですから6議席上回るということで結論からすると6議席上回っただけということで安倍内閣っていうのはレームダックになるということですよね。過半数スレスレだということでしょう。そして同じように今回の参議院選挙が全国大選挙区一区比例代表で実施されたら改憲勢力の議席は一体どうなっているのか。改憲勢力というのは自民党公明党維新の会ということでですから維新の会を加えるんですね。維新の会は全国1区だと12議席それと現有6ですから18になったはずと。いうことですね。そうするとこの3党を合わせると147なんですね。3分の2が164ですから17も足んないということですね。改憲に必要ないわゆる憲法改正国民発議ができる3分の2参議院3分の2以上っていうのは164以上ですからこの全国一区制でやった場合は147ということで17議席も足んないということで結論3分の2議席の164に17議席足らず安倍晋三の憲法改正イコール憲法破壊策動は完全にアウトになったということですね。というのが今日のメインテーマでした。ですからもうこの国政選挙の選挙制度を抜本的に改革するんだということで次のはですね令和では選挙公約の中に入れてもらいたいですよね。全国大選挙区も名簿順にだから政党名とそれから個人名両方ですから個人名が多い人がなるんじゃないですか。ということです。
で今日のトピックスですね。今日のトピックス1、令和奇跡の躍進、山本太郎政権を担いに行くの現実味ということは日刊現代が記事を書いてますね。おそらく、山本太郎氏が無事でですね、暗殺されないで、無事にいたらおそらく10年以内に彼を主犯にした本物の反事故、本物の 100% 純度 100% の野党政権が日本に誕生するでしょうね、10年以内に。から次、参議院選挙、自民選挙区勝ったけど有権者の2割支持と議席占有は5割超ということで、これがあれですね、先ほどの今日の画像の中で出てきた東京新聞の記事ですね。これなかなかいい記事ですよね。マイナス17。それの URL はこれですとですね。だから東京新聞もだからこういう記事を書くんだったらこの現在の選挙制度自体がインチキだと、全国一律の一票の格差がゼロの民を一番反映し、日本憲法の憲法第15条2項に合致した選挙制度は全国一律大選挙区1区比例代表制しかないんだという主張をしろよっていうんだよね。ただ事実を問題点を指摘しただけで、終わってんですね。いつもそうですけど。からこれはなんだ、これはあれだ、官邸異例てこ入れも秋田イージス配備にきっぱりノーと。秋田が頑張って野党統一候補が勝ったんですね。だからちゃんと争点がはっきりさせれば野党統一候補が勝ってるんですよ。昨日のメインテーマで言いましたけど、要するに野党第一党の立憲民主党とそれから国民民主党第二党、これが争点をぼかして、最大の争点っていうのは戦後70年以上日本の政治を独占してきた米国傀儡政と自民党およびその補完物であるカルト宗教公明党創価学会の政治をもうやめさせると、自公政権を打倒する戦いこそこの参議院選挙の最大の争点ですよっていうふうに言えばよかったですね。言わないですね。個別の問題だけ言って、それも政権交代のことを言わないということですよね。これ秋田。それからあれだ、新潟、忖度発言の塚田一郎に新潟県民良識のレッドカードということですね。そしてイスラエルですね、先ほどの今日の画像で取り上げましたイスラエルのパレスチナ自治区内部で、自治区内のパレスチナ人向けの住宅が容赦なくですね、治安上の問題でリスクがあるということで一方的に破壊されたという記事ですね。これ AFP。治安上のリスクですってイスラエルが言ってから、香港デモの白シャツ隊参加者襲撃、反対派との逆のカラーと
だから反対派は黒なんですね。で彼ら正体不明の襲撃部隊は白ということですね。これ毎日新聞ですね。ということです。時間が現在ちょうど60分ですね。31秒33秒、閲覧が同時期で73名様、全体で141名様、コメントが57件ですね。ということで、今日の注目情報、これはなかなかリテラですね。安倍首相とマスコミが作り出す自民党勝利ムードの嘘と、実は 10議席現安倍が乗り込んだ重点区側近議員も次々落選と。そうなんですよ。だから今回の参議院選挙は自民党公明党が敗北したということなんですよ。そのことをマスコミは一切書かないんですね。勝利したって言うんですね。ニコニコ顔で。ふざけんなって言うのね。それで3分の2に届かないという現実っていうのは、もう憲法改正はノーですよという民意なんですけど、安倍はそんなことを一切関係なく、自分が任期中2021年9月までに、発議ができるようにしたいというバカなこと言ってるんだね。ということで、今日の放送、火曜日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインと、安倍が乗り込まない方が当選率は上がったかもしれないと乗り込んでも乗り込まなくても関係ないでしょ。要するに民意は反対なんですよ。ということで何でしたっけ、ということでたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただいてありがとうございました。ということで現在日本時間で夜の10時35分ですね。そうですね、1時間ぐらい早いですね。ということで楽ですね。やる方も聞かれる方も両方とも楽だと思いますんで、まあ今日みたいな感じが一番いいんじゃないですかね。9時とか遅くとも9時半までには放送を開始するということですね。ということで、今日の放送は終わりです。お疲れ様でした。明日水曜日お休みなんで、明後日木曜日ですね、またよろしければ合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わります。砂月さんお疲れ様でした。敗北の男神安倍菅、ということです。終わります。